スキーの最新テクニックを分析するのにワールドカップが参考になりますが、さらにその先、今後席巻するであろう最先端テクニックをジュニア世界選手権の中に見つけることができました。やはり新しいものは常に若い世代から生み出されてくるということですね。その最先端というのが肩甲骨を使った滑りであり、我々が衝撃を受けたのが2024年のジュニア世界選手権のエレズィ・キャナフェリーナ選手のこの滑りです。この動画ではエレズィ・キャナフェリーナ選手の滑りの解説、肩甲骨を使う意味と具体的な動作の解説、2023年から2025年のジュニア世界選手権の何人かの選手の滑りの解説、2018年から2025年までのオーデルマット選手の滑りの変遷、全日本技術戦の選手も肩甲骨を使っている、以上の内容をお届けします。上級者はもちろんそのまま上達のヒントになりますし、初心者、中級者もぜひ最後まで見てください。上級者の滑りとの一番の違いはリズムです。運動のリズムが真逆なのです。リズムを表拍から裏拍に根本的に変えない限り壁は越えられません。ところが肩甲骨を使うことを意識すると上級者のリズムが自然に身につくのです。エレズィ・キャナフェリーナ選手の滑りの解説。2023年1本目。どうですか？肩甲骨使っていますか？今使ってるね。ちゃんとちょっと外側に開き気味だけどちゃんとこうやって肩甲骨返して、あとはスキーを回す感じがなくって、ちゃんとスキーを動かしてスキーをまっすぐ入れてる感じがいい。肩甲骨を使ってターン中に肩と腰のラインがねちゃんと水平に欲張らないでなってるからすごくいいよね。2023年2本目。片斜面だけどこの選手は、左ターンが少し体からスキーを離しすぎない。こっちだけ、こっちは少し収まってるけど、右谷の左ターンは少し体からスキーを外しすぎちゃう傾向がある。1本目の方がいい、これより。右手を上げすぎですよね。だから体が外れちゃうんじゃないですかね。そうだね。右手内投してるかも。今度は左手も上げすぎですか？片車だから。これ今全部片車だ。2024年1本目。2024年を見て最初衝撃を受けたんですよ。全然こっちの方がいいね。ちょっと今クローチングしてるからあれだけど、23から24にかけてスキーのスライディングは23は横方向だけだったけど、24年のこの1本の方が前に進行方向にも行きながら落とすような形をとってってるから、スキーが3対1に子が作ってるからちゃんと抜ける感じが出ているっていいんじゃないかな。あと肩甲骨もちゃんと使えてるし。2024年2本目。
この横っ飛びがすごかった。そうだね、ちゃんと肩甲骨使うけど1本目と一緒で体と足が離れすぎない中でちゃんと肩甲骨たくさん使ってるよね。あとは横だけじゃなくて前方向に行ってるから、だから縦方向に行ってるけどちゃんとフラットな時にスキー走ってるから、今のが一番良いですか？今のが一番いいと思う。肩甲骨を使うと爆発的な推進力が得られるので、それを横方向に使えば振りが厳しいところやリカバリーに対応でき、縦方向に使えばどんどん前に加速していけるということですね。2023年はスキッティングが横方向だけだったが、2024年は前方向にも使えているとのことでしたが、落差を取っていった方が縦にも入るし抜けも大きくなる。横方向だけだとバーンってぶつかってもこっちにしか行かないから。なぜ肩甲骨を使うと推進力が増すのですか？肩甲骨をしっかりと使って入れた方が軸がしっかりとしっかりできる。ないとただこうやって押さえてるだけだから、もうなんていうの、加圧に対してのこの軸、このバットを持った時の軸が強く取れれば強く取れるほど角に対しての押すプッシュの力が強くなるから、そのエネルギーが全部抜ける方向に使わってくるから。滑りを見て肩甲骨を使っているのが分かりますか？すぐ分かる人は少ないと思うので、さらに解説します。肩甲骨を使う意味と具体的な動作の解説。肩甲骨を使っているって実際にはどう使っているのですか？ターンが終わってニュートラルでそのままこう入っていくものとが使っていなくて、ターンしてニュートラルです。でスキッティングするときに内足は返すけど外足は腰が高く上がって肩甲骨を使って入っていけるから全身運動になる。ターンしてニュートラル、内腰を返しても腰が高く入っても上体とかあばらのひねりを使えないからそのまま入っていく形だけど、ターンしてニュートラル、内腰入れてそのまま肩甲骨を使っていくと全身、特にあばらのこのひねりの部分強く使える。具体的には動きというのは肩甲骨を使って引くのとそれを返すの2段階ですね。下げて準備して出していく、出して、外力と重力ぶつけるみたいな。返して前に出して返して体をしっかり落としていって外力重力に対してそのタイミングで押していく。腕を使えば良いってものじゃないですよね。腕をこういうふうに動かしたけども肩甲骨使ってなかったらただの内藤だけになっちゃうけど、使うことによって軸として使えるから。では逆に腕を動かさなくても肩甲骨さえ動かせば良いのですか？そう、キュン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 。それでも良い、その方が良いのですか？まあこれがコンパクトな動きだけど、GS とかスキーと体軸で取るときには結局こういうふうにある程度手を使ってもいかなければいけない。最後に2ターン連続でお願いします。ターンが終わってニュートラル、内腰入れるときに引いて、スキッピングして腰入れてニュートラル、内腰入れたときに肩甲骨少し引いて外力とぶつかったときにニュートラル。肩甲骨をうまく使えるための前提ってありますか？ターンが終わってこの時に、ターンが終わってニュートラルな時に股関節とカートに対して膝の内側ぐらいな感じのトイレットポジションにいるところから内腰を入れる時にそのまま腰が入る、この時にターンが終わってフラットの時に
スタンスよりも膝が正面ないし内側にいるとこのままスキー入れようとするとこうなっちゃうから人がないから、だからニュートラルはカートと股関節よりも、割れすぎててもいけないけども膝の内側のところにいると入りやすく引きやすくなる、これが内側の状態でそのまま入れようとするとこういうふうに突っ込む。でこの突っ込むっていう原因はここでもこうやって歩いていくタイミングの人がどっちかっていうとこういうふうに入りやすい。入るのは上げたこの時に引いた時に行くような形だとセンターポジションにいるからターンが終わってニュートル内腰引いた人に腰はしっかり上げてニュートル引いて。肩甲骨を効果的に使うために外腰を高くする必要もありそうですね。ターンが終わってニュートラルで内腰軌道で内足軌道で入っていくけど腰がその位置にいるとどうしても踏んでしまう動きになっちゃうから内腰軌道にするけど腰を前に出すんじゃなくて内腰軌道にするけど腰は高い位置にしてあげる。そうすると前に行き過ぎなくなる。センターにいたままテクションが入っていけるようになる。外腰をただ高くではなく入れる必要もありますか？そう内腰入れて高くってこのぐらいで高くてこんなふうにわざわざ高くする必要がないから、内腰入ったとかニュートラルで内腰だけこうやって入れるだと低すぎるけど内腰入れた時に少しこうギュッてしっかり立ててあげられると、外手は引いているけど実は外腰はめっちゃ入っている。そう入ってる。その時はやっぱりすごいな。テニスのテイクバックの時とかと一緒でターンが終わってニュートラルで内腰入れてこの時にテイクバックしてる。テニスのテイクバックしてるのと一緒でテイクバックしてるからで肩甲骨を一回引いて外力として前に出してるから。あまり理解しないで手をめっちゃ引いて外腰も開いちゃうダメパターンの人が出てきそうですね。そうターンが終わってニュートラルで引いた時に腰がこうやって入ればいいんだけど今言うようにこのままこうやって簡単に引いちゃってそのまま引っ掛けて入ってダダダダってなっちゃう感じの人がいいんじゃないか。2023年から2025年のジュニア世界選手権の解説。結構な数の選手を取り上げます。日本人選手もいますよ。流れはいいけどスキーの差し込みが優しいからどうしてもタッチが長くなっちゃう、動かした後にスキーをもうちょっとこう鋭く差し込んでいけれるといい。上手だけどなんていうパワーがないっていうか差し込みが全て弱いからタッチが長くドロドロしてる感じで見えちゃう。でタッチが優しくて長い分だけそんなに肩甲骨使わなくてもバランスよく入っているっていう感じかな。肩甲骨はあまり使っていない。あんまり使ってない。これは動きはいいんだけど状態が力んで外腰が上がって入ってこないから今みたいに全部引き気味になってるから横にしか動いて、体突っ込みすぎて損してる感じ。その分外腰割れちゃうっていうか引けちゃう。腕を動かしているけど肩甲骨は使えてないですよね。体幹を使わないで足先手足の末端をなるべく使って滑ってるような感じだからお腹周りがしっかりと強く感じない。これは指先手足を末端をうまく使ってバランス取ってるから。腰が引いたままやっぱり膝中に入っていっちゃうからね、しっかりと谷足にウエイトが乗なくって板がしなんないで
角のテール押し出しになっちゃってる。肩甲骨はどうですか？状態の使い方は悪くないの、ちゃんと使えてるの、やってる。ニュートラルから加圧に対してニュートラルから加圧に全部スタンスが広いちゃってるから、基本的にかかと押し出しになってるんで、これでも多分彼みたいなのが上手になるとかかとと股関節が安定してスキーが前に走っていくと正時になると良くなるんじゃないかな。見切りの良さ、多分見切りの良さでラインに乗っかってる。あとはやっぱちょっと差し込みが弱い分だけスキー流れちゃってるけどね、もうちょっとこれで肩甲骨使ってくれるとずっと使ってない足腰で滑ってきてる。ただ見切りと縦に来てるだけだよね。多分ウエイトがもうちょっとあるとこれだと多分入っていけないけど、軽いからやっぱ入ってこれたって感じだよね。これは体が回ってスキーが外れることがすごく多い、外スキーが。なぜなのかっていうと、フラットの後内足の返しが弱いから、外足と体が全部内として流れちゃう。やっぱフラットの時のトイレットの姿勢と内足を返して外足しっかり踏める位置に持っていくことです。肩甲骨はまあどっちもちゃんと使えてるね。スキーと体離れすぎないように使えるという肩ね。甲骨を使った時に加速する人と吹っ飛ぶ人の違いって何ですか？乗り込んでて加圧が止めたまま体の下よりも後ろ側にあると飛んでってほしい、ちゃんとそのまま体の前に持ってこれれば胸の前で膝抜けるし、その違い。その時に体の前で抜けるのには油がしっかり使えてること。油が使えていなかったらそのまま体の前で腰抜けて走っていっちゃうから、乱暴者だけどちゃんと肩甲骨使う。差し込みもターンじゃない側の方向に入れてるから、比較的ターンの後半ちゃんと遅れない。肩甲骨を使えるとやっぱあばらがひねられるから、そのテンションでグリップ助けてもらってるよね、エッジグリップ。あとニュートラルと加圧に対してスタンスがあんまり変わってないから、体から加圧した時に外にってかなりいってると思うよね。内足残って外足だけいってる感じではなくて、両方いってるからかなり前にこう足出してると思う。ちゃんとスキー後半走ってフラット持ってってるよね。肩甲骨はでも肩甲骨使えてるよね。あと一緒に谷間で落ちて加圧一瞬だし、抜けないように縦に来てたと思うよ。やっぱ後半タッチが長いからおしゃが長いよね。クローチングでもタッチが長いですね。上に抜けちゃってちょっと重力にタッチが上がっちゃって。肩甲骨はあまり使っていない。引きが弱いよね。前だけで使ってるけど、引きが弱い分だけ谷間合いの落差が足んなくて、その分やっぱ車が引っ張ってるっていう感じだよね。ところでクローチングも肩甲骨を使っているのですか？使ってると思うよ。肩甲骨を使わないとどうなりますか？やっぱり使っていますね。うん。
肩甲骨をちょっと使った方がいいね。やっぱ谷回りが力ない感じで入っていったり、弓引きは肩甲骨であばらにテンションを与えることっていうことだよね。全然弓引いてないですね。だから谷回りがなくて車長くなっちゃうね、今のところね。脇腹にテンションがあるからライトしないで突き縦にして回って入ってきてるのちゃんとね。あと彼の欠点は外側が先に決まること。外側から外側に行っちゃってるから交互操作になってるから、ちゃんとニューフラットがあって内足がちゃんと返して入ってくるようになったらもう一つレベルが上がっていくと、交互操作。遅れてないし縦に落ちてるから肩甲骨使えてるな。いいよ、全然遅れてないよ。お、いいじゃん。落差があってラインもタイトで遅れてなくていいじゃん。あとは切り返しの時に立ち上がらないで低いトイレットで変えられるとこれからの進化だよね。内足の返し足んない分だけ体の中に入ってっちゃうからもったいないな。いいシチュエーションの時は早いけど膝返ってないでしょ。打ち方がなで型になっちゃってて内膝返ってないから全部こうやってターンの股間ずれちゃってただれちゃってる感じなの。肩甲骨はどうですか？あんまり使ってない。スキーを前に送ってないで体とスキーの位置がずっと同じ位置でやるからどうしても立ち上がるか抜いちゃうんだよね。体から積極的にもうちょっと足前に出して滑らせていけば推進力になるけど、加圧して抜く時も全部体と足の位置が一緒だからこうやって上に抜くしかないかな。ずっとこうやってやってるだけでもうちょっと滑らせて板を折んないと。肩甲骨はどうですか？まあ少し使ってる感じだよね。去年より内足が使えているんじゃないですかね。外腰は立てていかなきゃダメだよね。内足が少し去年よりも出てたとしてもちょっと引きすぎだ。肩甲骨使ってるけど外腰立ててこないからどうしても引き。ターンの後半にアンギュレーションの時に前後差があるから前後差がない中でぶつけていくともっとエッジが短いんだけど前後差があるからちょっと内投して前後差がある分だけ流れちゃうから外力と磁力ぶつける時は前後差もうちょっとない中で入ってくる。ターンの前半内スキーが前にあるのはいいんだけど外力と磁力とぶつける時には前後差ない方がいいからそこがもったいないとこ。ね、ターンの前半は前後差あるけどマキシマムの時に前後差がないじゃん。だから歯切れよく安定していける。肩甲骨も使っている。差し込みもはっきりしている。ターンじゃない方向に入れている。だからフラッグの裏で変えられる。ちょっと突っ込みすぎて内膝返りなんか戻ってきちゃいそうな時何回かあるけどまあいいんじゃない。これ膝 X 逆だからさ体幹使えないんだよね。これだと抑えちゃう感じになっちゃうから。腰と母子球が加圧だからカードが逃げ腰ずらしちゃってる感じ。体幹じゃなくて膝で取ってしまってるから
脇腹がだからのテンション使えてない。肩甲骨はどうですか？使ってるよ。あまり効果がなさそうですが。この体幹のひねりみたいなのテンションがないからね。内としてこうやってただ内としてこうやって体幹をひねられるように使ってくれるという。ターンのマキシマムでは使ってるけど、引いた時に使ってないからちょっと物に足りない感じするよね。あとやっぱりバランスがいいよね。差し込んでいく方向とかマキシマムの時の取り方のその辺はシフリンみたいにバランスいいよ。肩甲骨の引きを使ってほしいね。前に出す時はもう十分使ってるから、もっとしっかりと引いていくと。もっと今はこんなして引いてガーンと入ってほしいのに、こうやって入ってるだけで前だけ使ってるから。ターンのマキシマムの時に座っちゃってんだよね、これね。ターンの後半にアンギュレーションするんじゃなくて、ターンの後半もうフラットに持ってっちゃってるような感じになってるから、後半の腰が落ちちゃってる。肩甲骨はどうですか？後ろ使ってないね。前だけ潰してってるだけ。膝下で動かしてるよね。あんまり体幹使ってないよね。だからもうちょっと下肢点が上上が使えるようになるといいんじゃないかな。肩甲骨はどうですか？後半使うけど、ちゃんと高い位置からもっと使わなきゃいけない。でも今のあたりは使ってんじゃない？男性陣みたいにもっとガンって使ってくれるといいよね。あとこの子は上に抜けちゃうんだよね。頑張ってるけど上抜けてるみたいな。膝中だよ。もうこんだけ膝中だとさ、体の体幹使えないから、体回っちゃうのはそこなんですよ。ね、X 脚だとやっぱり膝中に入ってるとどうしてもあばらが使えなくなっちゃうから、かかと押し出しになっちゃうからついていけないよね、ラインがね。今みたいに絶対な、めっちゃ落ちてる。あと内足の外エッジ決まんないで、外足のインエッジ1本でしか滑ってないから、加圧した後の抜けのスキーの走りがね、これだ。肩甲骨はそうやってある程度はそうやってうまく引いて使おうとしてるぐらいいるね。面圧が物足りない気がします。だってだからかかとと小指球の外アーチを潰す感覚がないんだよ、全く。体回ってるね。内膝を畳めていない。内足の太もも見えすぎだね。外側だけだから多分何にも習ってないで滑ってると思うよ。多分フィジカルだけできてんじゃない。運動神経いいからじゃね。そろそろちゃんと習った方がいいね。だって踏み替えだもん。新しい技術とか使ってないもん。切り替え時立ち上がってるし、ストレッチングからベンディング系の動きで勝負していかなきゃいけないね。肩甲骨使ってるよ。あとは止めないで足もうちょっと前の方に出してくれたら、あばらもっと感じられるんじゃないかな。この子一番わかりやすく肩甲骨使ってますね。だけど多分抜けちゃってんだよ、上に。だから勝てないんだよ。
肩甲骨を使ってる。ちゃんと引いてやってる。斜面に立ってるやつはただちょっとフィジカルが低かったりひ弱だけど体の身のこなしは上手だよ。これにクイック&リリースがもっと目に張り付いて力がついていったらもっと速くなってない。2018年から2025年までのオーデルマット選手の滑りの変遷。肩甲骨使ってないの、前だけ使ってる感じだよね。前だけでね、ポール当たるから前に出る。こうやって使って、このぐらいでこうやって使ってるぐらい、このぐらいで感じで。打ち合わせがしっかりと決まるようになった分、少し後ろから使ってるよね。1年目がこのぐらいな感じで打ってて、今のはこのぐらい少しこうやって使えるようになってきた感じで。でも外力と磁力を一瞬にしようとしているよね。セットが難しくないけど、待っていって外力と重力の時に一瞬待っていって外力と一瞬の時だけちゃんと待って外力と重力の時に肩甲骨と一緒に使ってるようになって。テイクバックは少しはあるけど、待って外力と重力をぶつけるのは一緒になってるよ。やっぱり外力と重力はかなり待ってるよね。前の年よりさらに待っている。やっぱりターンの後半に外力と重力のポールのマックスの時にここが本当にすごく短くなってるから、すごい短くなってる。ちょっとセットはそこまで振ってないから使い切ってないのもあるけど、ターンの後半のマキシマムと角付けが本当により短くなってるからね。これは大きくこう使うようになってるね。使うようになってるね。今のはちゃんとしっかり肩甲骨引いて使って外力一瞬引いて一瞬でちゃんとしっかりと手が引けるぐらいまで肩甲骨使って引いてるよね。見事に年々進化してましたね。18年は肩甲骨は前だけで使っていた。21年は少し後ろから使い出した。22年は待って外力と磁力をぶつけるマックスを一瞬にしようとしていた。23年はかなり待ってマックスが本当に短くなった。そして昨シーズンは肩甲骨を大きく使い出した。しっかり引いてマックスは一瞬。トップ選手でもこのように着実に進化していました。レースだけではなくトレーニングやフリーはどうでしょうか。使ってるね。ちゃんと切り替えた時に引いて使ってるね。今の普通にこうレースはこうやってこのぐらいな形で使って外力でこのぐらいで使ってる。今のフリーでしっかりこうやって使ってる。すごい肩甲骨使ってるね。こう投げ型になってるけどそのままでこうやって使ってるよ。全日本技術戦の選手も肩甲骨を使っている。アルペンの世界を見てきましたが、基礎スキー界はどうでしょうか。
2025年全日本技術戦の男女9名ずつをピックアップして解説します。切り替え低くて上手だよね。肩甲骨使ってくるね。でベンディング切り替えなのと、あとやっぱ肩甲骨すごいこうやって使ってたね。だから抜けとキレがあるよね。前半どうしようと思っちゃったけど今点数が低いのは前半が悪い。前半悪いからね。前半は何が悪いんですか？前半はやっぱり立ち上がっちゃってる。体の後ろで乗り込んでるんだと思う。アッパーが前が高いんだと思うよ。つまりアッパー切りに来いということ。そういうことです。もうちょっと待ってればいいんだけどね。外力と磁力をね。でも肩甲骨はすごいこうやって使ってるよ。こうやってスキーと体が8割ぐらい離れてそのまま押してってくれるとすごくいいんだけど、スキーを払った時に体からスキーが十分もう離れきっちゃってる状態で、それから演技しようとするからどうしてもなんかこう膝が入りすぎちゃってるような形になるから、スキーと体外しても7割から8割、そしてもう少し体からスキーが離れるっていうところの演技がもうちょっとできるようになったらもっと上に行くんじゃない。伸展加圧をしてる中でやっぱり屈曲になっちゃってる。伸展加圧している中のものが屈曲してるからどうしても立ち上がっちゃう形になってる。でその立ち上がらないように自分で胸をぐーっと押さえつけちゃうから結構ちょっとテール振りみたいな形になってもったいない。肩甲骨はどうですか？なんて今のは前半は使えてるけど後半はどっちかっていうと押さえつけてて前だけで押さえつけてやってるって感肩甲骨のタイミングがちょっと変じゃないですか？じ。いやどっちかっていうとトルクかけないでバンってやってる感じで言うと、今の方はメリハリだからあるように見えるんじゃないかな。バンバンバンってことやってるから、トルクがあるやつはこういう風に出すよ。バンバンってことやってる感じで。すごい肩甲骨ね、引くのと前に出るのと、すごく手を前に出ると肩甲骨をちゃんと使ってくれてる見本だよね。こうやって使ってる。こうやって一緒ぐらいのやつをこのままの状態でこうやって使ってる。あんま肩甲骨使ってないね。前だけの感じだ。前だけで使ってるね。引いては使ってないけど、このままでこうやって使ってる感じ。それで板のクイックな反応がない。と足らないんですよ。クイックな反応は結局肩甲骨のおかげってことですか？そうだね。あとはこの体のひねりを絞って次の反対の方向に切り替える時の開放で走っていくこと。なるほど。絞りが重要で、絞りを作るには肩甲骨と。そうだね。
何がいいのかって体から使って足がすごく前に出てるから。足がすごく前に出てるから。肩甲骨でギューって出してる。肩甲骨でギューって出す分だけ足が前に出てくれるから、スキーが普通の人よりも前。オーバーカリはまだ出てないでこうやって言われてる。今の彼女の肩甲骨を使いながら足を前に出してる。スキーの回り方がより良くなってる。それは肩甲骨を動かす量が違うんですか？何が違うんですか？肩甲骨をぐーっと前に出した時に足もちゃんと前に出してる。その場所で簡単に奪ったり終わらせてるから。悪くないんだけど、落差は今の人の方がある。その分点数が出ると。男性よりも女性の方がサイドカーブがあってスキーが曲がるから、よりレールターンっぽくなってて、男よりも切れてかっこいいんだよね。後半使ってきたね。前半はあんまり使ってないけどね。後半の場合もすごくこうやって使ってるね。やっぱ中盤から後半にエンジンがかかってる人たちは点数がいいよね。最初はやっぱ外力がないからちょっとおぼつかないで内倒したり引っかかったりする感じがあるけど、なんか中間ぐらいのスピードが出てからすごくやっぱ良くなってくるよね。健康をすごく使えてるよね。ここが良かったんだな。前半は立ち上がっちゃってるけど、後半はうまく潰してる。なんか胸が起きるような感じぐらい肩甲骨使ってたよね、今のやつね。普通このぐらいこういう風にこうやって使う。こうやって胸が起きるぐらい今使えてるから、すごくクイックに入れてるよね、スキー。青木哲也はスキーの差し込みが弱くてたわませて、差し込みが弱くて差してるからまっすぐではないんだけど自分で回してる感じがあるから、ちょっと推進力がちょっと少なくなっている。肩甲骨はちょっとまだまとまってる感じで、もう少ししっかりと使ってあげるとスキーの前後の動きが出てくるから、ドリフト抜けっていうのがもっと近いんじゃないかなと。スキーを動かしながらも軌道が落ちてっちゃってるから、そしてターンの後半グーって押すような感じになってるから、どうしてもひねり出しみたいに見えちゃうから、レーサーは軌道はスキーを動かしてもそこの場所から書いていくから、そこのところがどっちかっていうとドリフトさせる、緩く入るの違いで、多分点数を落としたのかなと。肩甲骨は今のだとギュッて止めすぎちゃってるよね。もうちょっとグッと押さえすぎちゃってる感じだよね。スキーをヌートラルからちゃんと山側の方に足スキー持ってきてるよね。肩甲骨もちゃんと使ってる。こうやってここでしっかり使ってるから。菅野直樹君の今年の成功はやっぱり膝がちゃんと返り切って入ってってる。あとスキーを動かしてターンの前半からドリフト変わってる。肩甲骨もちゃんと使えてるよ。肩甲骨の動きゆっくりじゃないですか？全部ゆっくりになってる。ゆっくりでも肩甲骨の効果あるんですか？体のねじれができるから、それでいいと思う。それが基礎スキー文化って感じだよね。こうなってるけどそのまましっかりと、ね、肩のライン崩れないけどちゃんと使ってる。
これは肩甲骨をすごく使ってるから、足を前に出せられるから、スキーのフレックスのターンがすごく使いやすくなってるから、すごくいいというか、高得点に行きやすいポイントが出てる。これも青木哲也君と一緒で、ターンの前半タッチが優しいから、後半のドリフトになってるから、肩甲骨はあんまり少しはバランス、肩のラインが崩れないようにはスムーズに使ってるってこと。これはやっぱりターンの前半からトルクが抜けないまま切り替えていってドリフト抜けになってるから、シュプールのラインが強いから高得点いきやすい。で肩甲骨もちゃんとしっかり範囲内で使えてる。肩甲骨一番使えてますよね。一番使えてると思う。あと使えてる分だけ前後にスキーが使えるから、シュプールのラインが強い。ひねり出しに見えない。エレズイ・キャナフェリナ選手に近い感じに見えます。似てる。スキーの動かす量は多くて、かかとを中心にトップが動いてる。レースだとスキー動かしてドリフト抜けなんだけど、同じなんだけどその角度が深くなってるから、アルペンから見るとちょっとドロドロっぽいけど、基礎スキーの世界だと今のアルペンの技術の深回りっていう形になってて、だから好まれてるのかな。ただ右と左の時の状態の使い方がだいぶ非対称な形になっちゃってるから、左の他人の時の方が離れすぎてて、右の時の方が力ずくで抑えてて、左他人の時はちょっとこうやって離れすぎちゃってる傾向になるから、多分本人的には感触は右の方がいいとは思うんだけど、もう少しこう力を抜いた形で足場が取れると、もっと右のアングルが良くなって、基本的に左はスキーと体が離れて引っかかっちゃってるような形になるから、肩甲骨はそのままちょっと高いバランスだけど使って、ここまではね、なかなか持ってってない。自分のひねりで持ってってる。使ってるよ。基礎スキーでも技術戦のトップ選手はしっかり肩甲骨を使っていましたね。しかし使い方に違いがありましたので、その違いをおさらいします。アルペンの場合は開いて外力と磁力に対してそのままワーンってぶつけていくけど、開いて外力と磁力に対してそのままワーンってぶつけていくけど、基礎スキーの場合は外力肩甲骨を引いて腰が今日は高い位置から油をそのままギューッと絞って持っていく。これは基礎スキーでやる。それでも肩甲骨を使ってると言える。使ってる。プログをかけながら使ってる。いかがでしたか？個人的には各選手のモノマネがとても興味深かったです。様々な人の特性がよく瞬時にわかるなと驚きましたが、動作分析のプロからしたら骨格が透けて見えるらしいです。それではまとめます。数年前から若手男子が顕著に肩甲骨を使い出した。シニアもオーデルマット選手を分析したら年々肩甲骨を使うようになっていた。基礎スキーではどうかと分析したら、技術戦のトップ選手はほぼ全員使っていた。肩甲骨を使うと爆発的な推進力が得られるので、それを横方向に使えば振りが厳しいところやリカバリーに対応でき、縦方向に使えばどんどん前に加速していける。肩甲骨を使うとあばらのひねりが強く使えて、体幹のテンションが使えて軸が強くなる。スキーの差し込みが強くなり、タッチが短くなる。足が前に出てスキーの動きが良くなる。初心者、中級者も肩甲骨を使うことを意識すると
上級者のリズムが自然に身につきますと紹介しました。この動画で散々事例を見たので、もうリズムはお分かりですよね。今までの皆さんのリズムと根本的に違うというか逆だったと思います。陸トレでこういうリズムジャンプをしています。この良い例では滞空時間が長く空中で間を取っています。良いリズム、伸展加圧、肩甲骨を使っている、反射で飛んでいる。ダメな例は接地時間が長く地面で間を取っています。ダメなリズム、屈曲加圧、肩甲骨を使っていない、筋肉で飛んでいる。上級者の滑りはターン前半とターン後半で間を取っています。さっきの例で空中で間を取っているジャンプと同じリズムです。アクセントはターンマックスです。初心者、中級者の滑りはターン中に間を取っています。さっきの例で地面で間を取っているジャンプと同じリズムです。アクセントは切り替えです。こちらが初心者、中級者のリズム。アクセントのタイミングに矢印を置いています。そしてこちらが上級者のリズムです。真逆ですよね。実際にはニュートラルにも小さなアクセントを置いた方がより滑りは良くなりますが、コツをつかめば誰でもできると思いますが、陸上でできなければ雪上ではできませんので、陸上で正しいリズム、肩甲骨の使い方をマスターしてください。陸トレ動画は2本出していますので参考にしてください。さて最後ですが、肩甲骨を使うためのこの動画で分かった動作のフローをまとめます。ゴールは肩甲骨を使った一瞬の加圧、あばらのひねり、体幹が使えて軸がしっかりできている。これを実現するには外腰が高い位置、そしてテイクバック、弓引きをしなければいけません。その前に内足指導で内膝が返り、内腰が入っている必要があります。それはコンパスの針が内足の外くるぶしで、これを中心にターンするからです。そのためにはニュートラルで膝が割れていないといけません。上視点ではかかとと小指球の2点に乗っているのが正解です。ここがスタートです。それぞれの段階での NG も書いておくと、ニュートラルで X 脚、母子球に乗っちゃって股関節が内側にロックしてしまっています。すると内膝が返らず、ターン前半から内倒してしまいます。外足から外足の滑り、つまり交互操作になるか、かかと押し出しの滑りになります。内膝を返し、内腰が入っていたとしても、外腰が引っ込んだままだと肩甲骨の引きが弱く、体が前に行き過ぎて足が前に出ない、体幹が使えない、乗り込んだ加圧になってしまいます。ということで、ニュートラルで膝が割れていることが出発点です。逆にニュートラルで X 脚だと始まりません。スタート台で膝が中だよと指摘されていた日本人選手、確かに X 脚です。海外の選手はもちろん中には X 脚の選手もいますが、ちゃんと膝が割れているか、割とまっすぐな選手が多いです。骨格の問題と片付けては始まりません。しっかりとしたブーツチューンと意識の問題で改善できます。最近チューンに来てくれたインカレ入賞選手でも、チューン前は X 脚、股関節が内側でロック、骨盤が前傾でした。チューン後は膝が割れて股関節、骨盤が中立位に改善しました。先ほど説明したようにニュートラル時に膝が割れているのがスタート地点なのですが、残念ながら多くの日本人がニュートラル時に X 脚です。しかしこのようにブーツチューンで簡単に改善できますので、皆さんチューンしてスタート地点に立ってください。大事なのは上視点で膝が割れる、下視点で膝がまっすぐ前に入ることです。詳しくはブーツチューンの動画を参考にしてください。過去最高に長くなりましたが、以上で最先端スキー技術の鍵は肩甲骨を終わります。終わり。